恐れにだから反応するっていうパターンを地球が持ってるよね。地球で生きてると、そのあたりみんな好きというか反応する。価値観もそうだけど、結構どんどんその、分かれてきてる感はあるんですよ、世の中が。いつもそんな私たちは分離を体験して、両方の良さを、もうこの自分が分かってるわけだから、分かってる中、自信持って進んでいけばいいんじゃないかなね。二極っていうのを、やっぱりその中にいて見るんじゃなくて、一歩上から見てみると、よく分かってくるんですよ。今こういうところに反応してるっていうことが宇宙から見ると、ちょっと笑ってる感じがあります。前にも不安だけに行っちゃったりとかね、何かにすがっていく方向に行っちゃう人もやっぱ中にいるから、そこはやっぱりまさに無極の方に行った方がいいんじゃないかなっていう気がします。はい、始まりました。スターシードチャンネルということで、よしです。あきこです。こんにちは。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。なんかね、あきこさん今日は印象がちょっと変わりましたね。どうかしら。なんか、ボサボサ。雨降って。素敵な感じでございます。はい。でね、今日はですね、二極化っていうような話をしてみようと思うんですけど、ただ、あきこさん、ちょっと全然違うワードをさっき聞いたんですけど、二極化ではなくて何でしたっけ、あきこさん。無極化ですね。無極化、新しいなと思ってね、僕すごくこれいいなと思ったんで、一体どういうことですか？誰かが言ってたぞ。誰かが言った。誰だっけな。サロンの人だと思う。本当？それいいね。ちょっとサロンの方、ちょっとありがとうございます。ありがとうございます。無極化。私無極化、一緒と思って。分離が好きだよね。本当に分離の世界を私たち生きてきたから、1曲も2曲も3曲も、10曲もある意味だから曲もないというかね、そっちが私好きだなと思うし、無極化なんじゃないかと思いますね。どこにあるのそんな1曲も2曲もなんで2曲化って言われてるか。でもね、やっぱり最近僕らはね、よく感じるのはね、価値観もそうだけど、結構どんどんその、分かれてきてる感はあるんですよ、世の中が。例えば、そうですね、今だと、コロちゃん的な話もありますね。それに対する、すごくね、もう家から一歩も出れなくても、ね、ニュースを見てすごく怖がってもうダメだ、世界悪いみたいに思ってる人もいれば、一応マスクしてちゃんとね、あれするけど、やっぱりすごい楽しんで、今の生活してる人のこの差ってすごいじゃないですか。例えば。それもあるし、例えば一方で職を失って、ね、お仕事がない人もいれば、借金満々になっちゃった人もいれば、一方はね、すごく、なんていうかな、全然違う新しい可能性を見つけて、どんどんこう成長していく人もいれば、なんかこの二人の差はすごくないですかっていうのがあって、そういう意味の二極化が確かに昔よりも生まれてないですかっていうのはありますよ。なるほど。でもさ、今話聞いてて、ちょっと待ってくださいみたいな感じで、前からあるべ。前からあるよね。これってだってさ、貧富の差じゃないけどね、そういうのとかだって前からあるわけで、なぜ今、ある意味だからこうなんて次元が上がってきて、そういう2曲とか3曲とか無曲とか、何のこと言ってるかっていうのは、そのパラレルワールド、どのパラレルを生きるかっていうのは自分で選択できるっていうことに気がついてきた人たちが自分の選択を生きているで生きられる時が来たっていう感じだと思うんだけど、意外と前から分かれてないなんかそう言っちゃえばそうなんですよね。そうだよね。それもだから気がついたら、要はほら、そんなんで急げみたいな、なんかやる必要もないし、前からそういう感じで私たちは分離の世界を体験していて、それがより細分化されている。だから、なんていうの、もともと分離であり、なんか南極にもなっていたところを、今になってよりそういうのを感じやすかったりするから言ってるのかと思うんですけど、あと反応するからじゃなくて
そうね。人が。人が反応していることに気がついてきたんじゃない？でも昔はさ、反応してたんだけど、反応してることに気がつかなかったんじゃない？みんな。あ、そうだね。よりこう、あれだ、反応することに鋭くなってきたっていうか、自分の選択で、反応ができるっていうことに気がついてきたりしてるっていうところで、あれなのかな、自分の選択ができるっていうことに気がついてきて、そういうワードが出てきてるのかな。あとは、やっぱりいろんなね、動画とかよく僕も見てる方だけど、なんか結構そういう動画もいっぱいあるんですよね。時代的、なんかわかんない、そのスピリチュアル的なことはあんまり僕もよく分かってはないけど、そういうタイミングですよ、みたいなことってよく言われてるんじゃないですか、今ね。そうかそうか。どれを選択するかっていうので分かれるよってことね。分かれるよっていうことも、言う場合もあるでしょうし、なんかね、よくこれはだから、あれかもしれないね。ちょっと僕はちょっと昔の話を持ち出しちゃうと、1999年って覚えてますかね？ノストラダムスですか？ノストラダムスの大予言、僕めっちゃ信じてたからね。好きそう。大好き。本めっちゃ読んだ。だからさ、でもそれ良かったんですよ。それは良かったのよ。なんでかっていうと、そこで僕は滅亡しちゃうかもしれないなって半分思ってたからさ。だからこそ、だったら自分で好きなことやっちゃえよと思って、もう会社を辞めちゃったりしたのよね。そのあたりで。そう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 。辞めちゃったっていうか、そうね。もともとちゃんと副業からやってて、ある程度うまくいったし、みたいな。いいタイミングでもう自分でやりたいことやるぞっていう決心に使えたのよ。だから良かったなっていう気がする。そういうじゃあタイミングの時っていうことでもあるのかな、そういうふうに言われてるっていうのは、今、タイミングに使うといいっていうことかもしれないね。そうね。ただね、やっぱりちょっとこれ言っときたいのは、やっぱりそこに恐れをね、すごく抱いてしまう人も多いはずなんですよね。二極ってことで。分離ってやっぱり恐れを抱くな。急がなくちゃ。じゃあそっちの二極だとすると、こっちの曲はいいけどこっちの曲は悪いみたいな感じ？どっちに行くのみたいな。って思ってる人もいるでしょう。多いでしょうね。そっか。恐れって結局周波数としては一番重いんですよね。で、何の恐れる必要もないっていうことは言える。私はその2曲とか無曲とか1億曲とかだってあんまりそういうの私の1億曲どちらかというと1億曲かな、無曲、あるいは1億曲っていう感じで、パラレルの話なんだと思うんですよね。パラレルワールドどれを選択するのもいいよっていうこと。でそれが細分化されてるってことだと思うんだけど、恐れを抱くっていう、だから他の動画でも出してるけど、やっぱり恐れっていうところで人は反応するんですよね。だから2つに分かれちゃうから急がなくちゃとか、何かがある、ノストラダムスの大予言があるみたいな感じでヨシさんみたいに動くみたいな、なんていうか、そういうとこじゃないと動かないからみんなね。だから一つの手法であり、一つの目覚めのきっかけではあるのかもしれないけど、もうさ、こういうスピリチュアルなこととか分かってきたら、それでいいと思うんですね。きっかけとして一つのきっかけでいいと、私的にはきっかけなんじゃないかなと思いますけどね。ね。そうだね。あとはね、二極といえばだから、さっきの、僕がよく例えて言うのは、僕は雑草もね、食べますよと。もともとね、四人月食で雑草を食べてたんだけど、雑草を食べて、一方でちょっとね、美味しい料理も食べますよ。この2つの極を、自分がよく知ってると、一応食事とか、美味しさとかを語れるじゃない。その本質がよく分かってくるじゃない。だからその二極っていうのを、やっぱりその中にいて見るんじゃなくて、一歩上から見てみると、よく分かってくるんですよ。だからその二極のように見えているこの外側の世界っていうのが、なかなかこれいい感じで、まさに目覚め的にはね、もういい感じになってるかもしれないよっていうのは、ちょっと感じるんですけどね。そうだね。だからちょっと一歩引いて俯瞰して見てみるといいかもしれないね。この出来事をこういう
目覚めるのか目覚めないのかとか、うんそういうことがないっていう世界もあれば、そういうものがあるっていう世界もこう俯瞰して見てみると、もっとこう自分の目覚めが加速するのかもしれないし、何かのきっかけになるかもしれないね。そうそうそう。好きだよね。でもやっぱり分離が大好きだから、こういう言葉に反応するよね、やっぱ、ね。反応する。反応する。つい押しちゃうね。ついね、動画とか押しちゃうね。ピッとか押しちゃう。2曲を、こういう人多い、2曲だ、2みたいなね。そうそう無曲で出したらみんな反応するかな。無曲。無曲ってなんだこれ。ねえ。そっか。まあ、だからね、わかりやすいのよね。まあ、ドラマだと思えばいいんですけど、やっぱり完全懲悪の水戸黄門なんかもわかりやすかったよね。まあ、これ2曲と違うのかもしれないけど、結局は悪者が出てきてさ、ね、いいものが出てきてさ、まあ、なんか悪代官が出てきてね、お主も悪よのとか言いながら、でそれを成敗するっていう、この、悪がいて正義があるっていう世界観、まさに2曲でしょうか。まあ、そういった世界観をね、ずっとこう見せられてきて、わかりやすいから。だけど、だからそれは、まあね、確かに面白いかもしれないんだけど、その、いい悪いの世界じゃないですよっていうのが一つの目覚めだからさ。だから無曲ですね。ニュートラルか。まあ、ニュートラルっていうのもするけどね。ニュートラルポジション、ニュートラルか。ニュートラル、そうだね。配役みたいな感じじゃないけどね。だからドラマがやっぱりあるよね。でも、そのなんか2曲みたいなことはずっとそういう感じで、このね、水戸黄門の世界であったり、映画だってそうですよね。いいものと悪いものがあったり。だけど私たちの人生自体がもうさ、二極よしさんのように雑草を食べているところからね、今のようになっていったり、私だって自分の人生を見た時にもう二極をだから体験してるし、みんなが体験してるわけだから、それと同じようなことって思ったら、なぜ今そんななってるんだろうね。いつもそんな私たちは分離を体験して、両方の良さをもうこの自分が分かってるわけだから、分かってる中で自信持って進んでいけばいいんじゃないかと思いますね。そうだね。まあアトラクションだと思っててね、まあ二極的なものがぶわっと現れたらさ、ちょっとこれ面白いまたアトラクションがまた生まれてるなみたいな感じで見ちゃうんだけどさ。だから、やっぱ一つのさ、あれだよね。だから私から見るとスピリチュアルなことっていうのはやっぱ目に見えないことでもあると思うし、そうだからこういうノストラダムスの大予言があったり、2012年にも何かありましたよね。何でしたっけ？なんかあったよね。それもね、僕めっちゃあれですよ。めっちゃマヤ文明。全部載ってるな。いや、すみません。なんか全部載ってる。ミーハーで。ミーハーだな。マヤ文明のね、なんだっけ、なんか、なんちゃら遺跡。マヤ歴が終わるみたいな、あれだったっけ？ピラミッドあるじゃん、ピラミッドのなんかさ、蛇のあれがピュートの日が差すやつ、なんだっけ？カンクルカン遺跡かな。忘れちゃった。あそこまで行っちゃったからね、その日。本当に。何しに行ったの？いや、だからなんかそういうマヤ文明で終わるっていうからさ、どうなのかなと思って行ったんですよ。まあそういう。結局どうだった？すごい美しい景色を見て終わったっていうことなんですけど、よかったね。よかった。まあでもそこはそこでさ、またさ、いろいろあったじゃないですか。そこでなんかもう、アセンションだどうだとかって言ってたじゃない？なんかさ、やっぱり静かにそうなっていくっていうか、私の中でも2012年はやっぱり一つのきっかけなんですよね。そこからすごい落ちたんですよ、人生が。自分の。本当に。2012年から落ちてった。ガガガガガーって落ちてって、人生初めての苦労ですよ。苦労のどん底まで行きましたから、でもそこまで行かないとやっぱり気づかなかった。目に見えない世界を一切信じてなかったですから、あれはきっかけだけど、なんかそういう時になんか急いで何かになったとかさ、なんていうの？何かにならなければって、だって2012年から落ちたわけだから、
いい方向に行くっていうよりも落ちることによって目に見えない世界を信じるっていう方向に行ったわけだから、なんかこういう形もあるっていうことだし、だからこれがみんなが言ってるみたいにこれが何かの分岐点に後から見たらなってるっていうこともあるのかもしれないけど、ゆっくりとそうなっていく感じだと思うから、なんかこういろいろ急ぐ必要はないんじゃないかと思いますね。そうだね。はい。まあまあ、僕もやっぱりとはいえね、過去を振り返ると、めっちゃミーハーに全部乗っかってしまっちゃったんだなっていう感じなんですけど。どうだったそれ乗っかって、だからね、今も乗ってるの？まあ今も楽しんでるんだけどね、結局楽しんでるとこなんだけどさ、言い方を変えればさ。だけどさ、一方ではさ、まあ僕もやっぱり見てる方々もそうなんだけど、まあ、もともと昔は特に恐れによって何かをしようとしてたよ、やっぱり。不安とか恐れがあるからいろんな情報を得ようとしてたんですよ。知らないことによって不安じゃない？いい人は。だから常に外側に何か、ね、それを解決してくれる何かがあるんだ、秘密があるんだとかさ、こう思って調べたりとかしてたわけですよ。まあ結局は、まあ、とはいえずーっとこうやってると分かってきたのは、ようやくね、まさに無極であり、世界は無極、ニュートラルで、自分軸しかなかったっていうね、ことになっちゃうんですけどね。そうですね。でもさ、だからこのふんわりした無極であるっていうことになっちゃうと、結局まあそれが真理だとは思うんだけど、やっぱりそうするとみんなぼんやりしてて、本来の自分に気がつかなかったり、なんで生まれてきたかとか考えなかったりするから、やっぱりこういうちょっと恐れとか分離っていうものがあることによってなんか少し急ぐ気持ちになって、本来の自分に気がつくきっかけにはなってるのかなっていう感じはしますね。恐れにだから反応するっていうパターンを地球は持ってるよね。地球で生きてると、そのあたりみんな好きというか反応するっていうところですね。そうだね。反応したらそれで終わりでいいんじゃないですかね。で、まあきっかけかな。なんか僕は思うのは、きっかけとしてはすごくいいかな。なんかこう、わかんないけど、イベントごととかさ、あるとさ、やっぱりこう人はなんかこう、祭りも好きだしさ、なんかそういうのに乗っかりたいじゃないですか。体験したい。まあちょっと恐れもあって、まあお化け屋敷に行くこともあるでしょうし。ね。まあそんな中で、行ったらやっぱりそれでいろんなことを体験して、また自分の体験がまた気づきとなり、そこをね、味わいに来てるんちゃうから、それはすごくいいと思うんですよね。まあそういうふうに捉えられたら。ただやっぱり、ただし、もうあまりにも不安だけに行っちゃったりとかね、何かにすがっていく方向に行っちゃう人もやっぱり中にはいるから、そこはやっぱりまさに無極の方に行った方がいいんじゃないかなっていう気はします。そういう人はね。極のこれの方ばっかりを向くんじゃなくてね。だからあれかもしれないよね。一つのきっかけとして気づいたらもうそれで終わりでいいというか、そこからずっとまだ恐れを抱く必要はないっていうことかもしれないね。一つのきっかけになるっていうのはとてもいいと思うけど、それ以上なんていうの、目に見えないことに対してなんか急いだりとか、なんていうんだろう、不安を持ちながら何かをなんていうの、急がなくちゃかな、やっぱり。急がなくちゃ何かにならなければ何に対して急いでるかもよく分かんないしねなんか、そのあたりはもうやらなくていいのかもしれないね。はい。そうだね。安心が大事ですから。安心、特に今は安心大事ですよ。安心がやっぱり宇宙の中だからこれで波動上がるんですよ。安心してると波動が上がるから、だから恐れてたら波動下がるんですよ。って思うから、別にだからずっと安心してればいいんだけど、本来の自分に気がつく、きっかけだよね。だから、きっかけとしてはいいと思うけど、その後安心してればいいじゃないですかね。幸せで豊かさの中にいて、自分が安心ほっとするリラックスですよ。あれやってれば、いい流れに乗れると思います。そうね、安心ほっとするリラックスの、まあ、やり方としてはね、前も何回か聞いてますけど、ね、まあ、ヤギを見るのもいいんだけど、またね、こう、見てる人たちになんかまたワンポイントの安心ほっとするリラックス
メソッドちょっと教えてほしいんですけど。安心最近なんかほっとする、よしさん、安心ほっとする、安心ほっとするリラックスマスターになったね。なんかすごい安心ほっとするリラックスになったね。本当。ありがとう。前からこんな感じだったおかげさまで。このいや、まあ。カーディガンもね、そんな色だしね。これね、そうだ。本当だ。安心色だ。コーヒーが出そうちょっと消えちゃった、あれ安心色。すみません。ちょっと、あまりにもなんか、アホなこと言って。すみません。いや、なんかいや、思ったのは、何？ちょっと僕の方から言うとね、常に温泉に浸かっているかのごとくっていうのが好きなんだけど、温泉に浸かっている時の感覚で常にいようと思ってるんですよ、僕はね。いい。だから、だから日々瞑想の中にいるみたいなもんなんですけどね。本当にそういう感じだろうな。キコさんどう？なんか。コツですね。安心ほっとするリラックスのコツは、やっぱりね、あんまり情報を入れないっていうのが大事ですね。そっか。そう。要は私たちって豊かさの中にあるんだけど、例えば私だとインドに住んでるけど、やっぱりこういろんな情報を取るじゃないですか。日本の人たちとお仕事してたりするし。で、やっぱりいろんな SNS 見たりとか、いろんな人の話聞いたりとか、いっぱい情報を取ると、すごく心地よくいたりするんだけど、取りすぎるとやっぱ疲れてくるんですよ。結構。確かに。だから自分だけの自分と向き合う時間をやっぱなるべく長くとって、あんまり情報入れすぎないっていう風にしてるかな。あとはだから出てくる感情とかが何か不安な気持ちとか何かそういう情報とかの方に左右されそうな時があったらそれを手放すっていうことをしていますけど、一番はやっぱりいつも私たちは豊かさの中にありますから、ちょっと自分の空間とか自分の時間を取るようにして必要以上に情報を取らないようにすると安心ほっとするリラックスの中にいられるようになるんじゃないかと思いますね。結構簡単なんだけどやらないんですよ。結構みんなすぐできるんですよ、本当は。だけどできないっていう観念が結構入ってる。子供がいるとか旦那さんがいるとかあれがあるこれがあるってこれ観念ですよね、結構。できますから、やったらできるんですよ。ちょっとずつでもやったら、これも訓練なんだけど、意外とみんなやっぱりやらない。私はやっぱりなんていうのか、本当に変わりたかったから、自分で、動いちゃうんですよ。すごい動いちゃうから、思考も強いし。だから、やっぱ訓練したんですね。そしたら本当に良くなっちゃったから、だから本当に伝えてるんです。で、私は訓練をしないとダメだったから、日々コーヒーから本当にやりました。何もしないって大変ですよ、意外と。結構難しいね。一番難しい。僕にとっても一番難しいよね。一番難しい。難しい。無になるでいいかな。無になる。だからなんか仕事しながらも無になるとか、なるね。な感じでもいいかもしれないけど。そっか。まあね、僕もね、なんか YouTube とかいろいろ見ちゃうのよ。なんやかんや。やっぱりその波動を受け取っちゃってね、不安とかもね、不安系波動とかも来ちゃうんだけどさ、その時に僕やってるのは、あきこさんの動画をピュッと見るね。そうすると中和される。あきこさんの動画を見ると中和される気がする。中和される。そうなんだ。そうなのよ。やばいですね。私の宇宙語を見るといいんじゃないですかね。ちょっと言っちゃった感じのね。あれとか飛びますから。レムリア祭りとかいいかもしれないよ。それがね、いい。レムリア祭りとか見た瞬間、あれさ、7時間全部見たらさ、手の宇宙語から宇宙語からダンスからヨシさんの歌から海のからね。あれを見終わったらさ、人が変わるんじゃない？なんかすごくそうですね。あれこそ本当に。あれすごいよね。あれは宝物のお祭りになったな。ねえ。宝物。あれすごいね。癒しヒーリング効果。すごい。ね。あれいいですね。あれはいいね。ぜひぜひ。いや面白い。
じゃあね、またね、ちょっとまた宇宙からのメッセージ、2曲かな ?2 曲かな。2曲ですね。ちょっとその辺をおろしてもらったりしてもいいでしょうか。はい、わかりました。2曲について教えて。宇宙からのメッセージは、あなたたちは、いろんな次元を生きられる存在だっていうことをまず知ってください。あなたが今生きている次元っていうのがありますけれども、ここに存在している私以外の存在っていうのもたくさんいて、その存在がいろんな次元を生きているっていうことを言ってるんですね。だから、私たちのこの地球に住んでいる私たちのこの意識をやっぱ広げていくっていうことが大事で、なんていうのかな、小さなところにこう強く意識を向けて、こう分離っていうのをやっぱ地球のずっと長らく体験してきているので、そこに強く意識が向くっていうところがありますっていうことを言ってます。けど私たちはもっともっと大きな存在であって、いろんな次元をすでにここにいながら生きてたり、だからもうこっちの極を生きてる自分もいれば、こっちの極を生きてる自分がいたり、ここら辺を生きてる次元のっていう感じで、すごいだからなんてもっと多様であり多次元に存在してるってことかな。だから、今こういうところに反応してるっていうことは宇宙から見ると、ちょっと笑ってる感じがあります。なんとなくこう面白いというか、でもたくさんの人たちの目覚めのきっかけ、自分に気がつくきっかけ、そういうところもあるのかなっていう感じだけど、こんなにあなたたちは自由でいろんな次元を生きてる存在なのに、なぜ今こういう感じのところの議題が上がってるかっていうのは、やっぱ地球の人たちがこういうところが好きっていうことですね。早口になっちゃったけど、そういうこと好き、この辺りがやっぱ反応するところだっていうことだけど、もっともっと私たちは大きな存在で、自分が把握できてないほどいろんな次元を生きているってことですね。2次元じゃなくて1億次元生きてるみたいなもんですから、今ここで実はそれぐらい存在できてるっていうぐらいのなんていうのかな、自由かな。自由っていうのはだからちょっと待って、言葉にするの難しい。全てであるってことですね。やっぱりワンネスであり全てである。私さんであり見てる方たちも全てであるっていうことだから、その自分の本当の大きさに気がつくっていうことがすごい大事で、あと意識を広げていってくださいって言ってます。方たちは必ず分かるはずでら、もっともっとこの地球的な小さな次元、小さな枠の中ではなくて、もっと意識を広げて、本来の自分自身、本当のこう情報というか、なんていうのかな。多様性とこう、無限ってことかな。無限の自分自身の無限性っていうのかな、広がりっていうものをもっと感じてくださいって言ってます。そういうのの一つのきっかけである。そして、分離の世界は、地球としては卒業する時ですよっていうことは結構強く言ってます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ですね。じゃあ、くまさんからのメッセージをお願いしましょうか。ここにね、ちょっといます。じゃあ、くまさんはね、ちょっと一言しか言わないかもしれないので、聞いてみましょうか。じゃあ、くまさんからのメッセージです。2曲って素敵ですねって言ってますね。なんか楽しそうだなって。そういったことを自分で作って、そんな風に楽しめるなんていいねって言ってます。以上です。はい。イエーイ。和むね。和むね。そんなくまさんの感じですね。はい。じゃあ、よしさんはどうぞ。はいはい。よしさんからのメッセージ？僕からのメッセージ。僕からのメッセージはくまさんからのメッセージと同じなんだよね。くまさんからのメッセージですね。そうなのよ。一心のね。そうなの。でもね、とにかくね、なんか、地球だから体験できるのかしらとかも思うからさ、なんかちょっと面白いなとか思ってるんですよ、最近は。そういうところ、ね、あんまりそういうのないところもあるんじゃないのと思って。分離の意識だね。
もうそろそろでもこれも終わっていく時かもしれないね。うん。だから、子育ても私たちが生きているうちに、こういう、分離の意識、何次元とか、こういう、なんていうの、分離の意識っていうところも本当調和されて、そういうことも何だったんだろうなっていう時がやっぱ来ちゃうというか、それが私たちでありますから、そうだね。最後かもしれないね。最後。そっかそっか。はい。だってそんなものに左右されるような私たちじゃないってことだと思うからね、宇宙がやっぱり見せてくれたのは、ヨシさんがここにいるとしたら、ヨシさんがいろんな次元に存在してるっていうことなんですよね。こういろんな次元にいて、どんなものにもなれるっていうことだから、この今のヨシさんが考えたらここにしかいないんだけど、不思議なんだけど、エネルギーとしてはいろんなところに存在してるっていう、でどんなものにもなれるし選択できるよっていうことなんですね。遊びですね。遊びですね。そうだ、遊びか。2曲なんていうのは遊びだったんだね。所詮ね。そうだね。なるほどね。そっか。はい。ありがとうございました。無曲。そう、無曲化だから、無曲もちょっと広めたいね、無曲化。無曲化。無曲化しちゃうからね。動画見ちゃうと無曲化しちゃう。でも、反応するからみんな無曲化。いや、でもよくわかんないから反応しない。クリックされないんだからね。クリックは、無になっちゃうね。なしになっちゃう。クリックは無理。そうですよ。クリックなしで。はい。はい。ということで、今日もありがとうございました。はい。ありがとうございました。ではでは。ありがとうございました。無曲化ですね。分離って楽しいよね、でもね。そうだね。楽しかったけど。そっか、でもちょっと名残惜しい感もあるんだよね、それ。名残惜しい感もあるんだよね。何が分離が分離的な。でも分離してないものを体験するのも楽しいよね。だって生きてるのに。また違う感じだからいいのか。楽しいんだ。楽しい。だってこれ高次元のエネルギーで、気持ちいいですからね。だから全てであるっていう。そうそう。このバイブレーション本当に幸せだ。やっぱり楽しみ楽しみましょう。ありがとうございました。